どうもーこんにちは。さて今回はダイヤルカラーの話をしてみたいと思いますが、皆さんはどんな色のダイヤルが好きですか？定番の色といえば白、黒、ネイビーですけれども、最近は本当にたくさんの色が出てきてますよね。グリーンはもう定番化していますし、アイスブルーも人気の色になっていますし、それから去年はサーモンカラーが席巻したなという印象でしたね。まあとにかくいろんな色のダイヤルが出ていて、百花繚乱という様相を呈していまして、悩ましくもあり楽しくもありみたいに思うわけですが、そんな中私が今注目しているダイヤルカラーがありまして、それを今回は発表したいと思います。このチャンネルではこれまで様々なこれ次来るぞ動画を出していますので、ぜひ参考にしてもらいたいんですけれども、まあ予想系 VTuber たる私の過去の実績については己の目で確かめよとしか言えないんですけれどもでは今後確実に来るだろうというダイヤルカラーなんですけど、それがですねブルーグレーなんですね。私が最初にこの色のダイヤルで注目したのが去年のジャガールクルトの新作のレベルソトリビュートクロノグラフだったんですが、このモデルクロノグラフ機能がついたレベルソの復刻っていうことで話題になりましたね。もちろんクロノグラフとしても素晴らしいは素晴らしいんですが、これですねダイヤルがいい色なんすよね。ちょっとクロノグラフがついていると高すぎて手が出ないので、同じようなダイヤルで普通のスモセコモデルとか出してくれないかななんて思ってしまいましたが、それくらいいい色だと思いましたね。あとは同じジャガールクルトつながりですけど、この前発表されたポラリスの新作、あのダイヤルグレーブルーですけど、あれも綺麗ですよね。グレー寄りなのでより落ち着いた感じなんですけど、ブルーが入ることでちょっと軽やかになってアクセントのオレンジとの相性も抜群ですね。正直ブルーグレーっていう色どうなのかと今まで自信が持てなかったんですが、ポラリスを見た瞬間自信が確信に変わりましたね。それでですね、なんで今ブルーグレーに注目しているんだいってことなんですが、理由はいくつかあってですね、まず一つ目は今言ったようにいい色だってことですね。まあなんかもったいぶった感じで言いましたけど、これは当たり前ですねでもう少し詳しく話すとですね、普通のブルーとかネイビーってイメージとして爽やかとか若々しいみたいなものがあると思うんですけど、まあそれはそれでいいんですが、ブルーグレーってブルーとグレーの中間の色なので、ブルーのそういう爽やかなところが少し抑えられていて、ブルーなんですけどちょっと落ち着いた雰囲気になっていますね。そこがいいですよね。しかもブルーの若々しいっていうところが年を重ねた時に自分の中でなんかハマらなくなってくるみたいなこともあろうかと思うんですが、そこに来てのブルーグレーっていうのが程よいと言いましょうか、絶妙なところをついてくるんじゃないかと思っています。あと他の理由なんですけど、2つ目はファッションのことになってくるんですが、ここ数年ニュアンスカラーが来ているんですよね。いや今更かいみたいな話かもしれませんが、私もですねこのニュアンスカラーにはまってしまいまして、上下で合わせるとめちゃくちゃおしゃれ感出るんですよね。多分トーンが合っているからだと思いますが、落ち着いていて大人っぽくなって気に入っています。でニュアンスカラーってそもそもどんな色かというと、複数の色味が混ざったような曖昧な中間色っていうことなんですが、例えばですけどベージュとグレーの中間色のグレージュとかですね。このニュアンスカラーで身近なところといえば、エルメスのデザイナーを務めていたこともあるクリストフ・ルメール。ルメールの作品の特徴の一つがニュアンスカラーだと思うんですが、これがなかなかいいんですよね。いやルメールめちゃくちゃ高くて全然身近じゃないやんけちょっと私おしゃれ上級者です感を出してしまいましたが、そうではなくてですね、クリストフ・ルメールといえばまあルメールというブランドなんですけれども、それとは別にですねユニクロのユニクロ U というラインもディレクションしていまして、こちらはご存知の方も多いかと思いますが、ニュアンスカラーがふんだんに使われていますし、身近なところじゃないかと思いますね。ユニクロ U といえばエアリズムコットン T シャツがめちゃくちゃ良くてですね、見た目はコットンの T シャツで価格以上に高見えするような綺麗な素材感なんですけれども、裏側がエアリズムになっていてすごく着心地がいいんですよね。なんかユニクロの話になっちゃいましたけれども話を戻しまして、とにかくですねニュアンスカラー、
これが来ているということで、ブルーとグレーの中間色であるところのブルーグレーも昨今の流行を鑑みて要注目の色なのではないかと思うわけです。でですね、注目する理由はまだこれだけではございませんで、3つ目になるんですが、腕時計界隈ではこの色どうなのかというところですね。最初に紹介したレベルソとかポラリスに使われているっていうのもあるんですが、今年の新作でパテックフィリップがブルーグレーのモデルをいくつか投入しましたよね。これがめちゃくちゃ熱いと思っているんですが、でもお前さんちょっと待てよと、パテックフィリップのブルーグレーって今年のが初っていうわけではないよなぁと。そうなんですよね。去年のアクアノートの年次カレンダーモデルでブルーグレーダイヤルが登場しているんですよね。まあ正直ですね、去年のモデルは見ていましたけれども綺麗だなと思ったくらいで、そこまで気にはしていなかったんですよね。そこへ来ての今年になってアクアノートとノーチラスとワールドタイムに展開されたっていうことで、だから去年の時点でブルーグレーが熱いみたいに言っていれば、今年の新作発表の時どやられたと思うんですけれどもそれはそうと、今年の新作のブルーグレーもすごく良くてですね、好きですね。ワールドタイムのデニム柄のベルトがカジュアル感が増してていいなと思うんですが、それとブルーグレーのダイヤルがマッチしていますよね。あと好きなのがアクアノートのトラベルタイム。これもダイヤルとベルトがブルーグレーでホワイトゴールドのケースに合っていますよね。これいいですよね。それでやっぱりですね、業界トップのパテックフィリップがこれだけブルーグレーダイヤルのモデルを拡張したと、その意味は大きいんじゃないかと思っていまして、今後他のブランドにも波及していくだろうと予想しています。というかマジで来てくれって感じですね。レベル層を見てもブルーグレーダイヤルはドレスウォッチとの相性が良さそうですし、ポラリスやアクアノートを見てもスポーツウォッチとの相性も良さそうっていうわけでして、幅広いモデルで合いそうな色なのでぜひ採用していただきたいですね。そしてブルーグレーダイヤルのモデルがワンサが出た暁にはほらねってどやろうと思いますまあとにかくですね、来年の新作で出てくるかどうか今から楽しみですな。ってことで今回はこの辺で終わりたいと思います。それではみんなあったかくして寝ろや。いやー、これ時計とは全然関係ない完全な裏話になるんですが、最近また VTuber の研究を軽くやってみたんですよね。で、今までは配信系のものを主に見ていたんですが、今度はゴリゴリ編集してある動画をチェックしたんですよね。それでまあ皆さん面白いなーなんて思いながら見ていたんですけれども、見ながらですねちょっと気づいてしまいまして、この要素を動画に入れたいなと思ったものがあったんですよね。というわけで今回編集のテイストとかをいつもと少し変えてみたんですが、お気づきになったでしょうか。いろいろと参考にしながらやっていまして、もう少し試行錯誤感が出る動画が続くかもしれませんが、皆様引き続きよろしくお願いしますということで、それではまた。